こんな話を展開されたら、涙腺が崩壊してしまう。こんにちは、トマトです。今回は 2.5 次元のリリサの第18話を見た感想について話していきます。11月1日に放送された最新回ですが、めちゃくちゃ良かったですね。僕はこういう展開に弱いので、思わずグッと来てしまいました。ここ2、3話の話が綺麗に収束された感じというか、ニゴリリも2クール目に入って、ノノアやアリアといった新キャラクターが続々登場してくる中、アリアのコスプレをする理由が明らかになり、そしてその理由ともなっている父親が死んでしまっているかもしれないというちょっと重たい話になるかと思ったら、まさかの感動する回でした。新キャラクターであるアリアの父親に見つけてもらうため父親が描いた作品のコスプレをするっていう設定いいですよね。アリアはいわゆるオタクに優しいギャルという僕が大好きなキャラ付けなわけですが、そこにお父さん思いの子という要素も入ってくると、もうたまらなく好きですね。また主人公がバルキリー戦線の作者であり、アリアの父である木崎陽先生がペンネームを変えてリレール外伝を連載中であると突き止めるシーン。漫画家は耳は大体手癖で書いているから、ペンネームを変えても耳の部分が漫画家の指紋になるという、主人公がその知識を知っているのがすごいなと思いました。めたいことを言ってしまえば、この作品を書いている方自身はもちろん漫画家なわけで、そういった知識はお持ちなのかもしれないですが、主人公がオタクであるという設定を生かして、その知識を出してくるのが良かったですね。キャラ的に違和感がないですし、なるほどなぁと見てる側にも納得感がありました。また、一期では主にリリさんに焦点が当たっていたため、あまり出番がなかったミカリンも、ここに来て4人でリリエル外伝天使空挺隊の合わせコスで夏コミ参加ということで、出番が増えてきているのも嬉しいところ。テレビで宣伝したのを主人公に褒めてほしくてすり寄ってくるシーン、すごく可愛いですよね。2.5 次元のリリサは、主要キャラ4人がそれぞれキャラが立っているので、見ていてすごく楽しいです。そして今回の一番のポイントである、木崎陽先生側の描写。主人公が幼い頃に送ったバルセンのファンレターを今でもずっと大切にしまってあるというのはエモいですよね。そしてその手紙を見ながら涙しているシーンは、思わず見ていてこちら側も目頭が熱くなりました。前に話として振ってあった主人公のファンレターで、涙腺崩壊に持ってきたのはさすがですね。木崎陽先生の100万人にボコボコに叩かれても一人ファンがいれば嬉しいって本当に思うかいというセリフが深みのある諏訪部純一さんの声によって、当時は地獄のようにきつかったけども、でも本当にこの手紙が嬉しかったんだろうなという思いがよく伝わってきます。ちょっと話は大きく逸れてしまうのですが、青足というサッカー漫画を連載されている小林優吾先生という方がいらっしゃいまして、その方が過去にご自身のブログで、自身に大きく影響を与えた作品として、セガサターンの名作、イブ・バーストエラーについて取り上げている話がありました。イブは今でもシリーズが続いているとても人気のある作品なのですが、ある時シナリオライターの方が、もうとても完成できないと一度心折れかけたことがあるんですね。その時たまたまシリーズの往年のファンである小林優吾先生からのまるでファンレターかのようなすごく熱量がこもった取材依頼のメッセージがいろいろあってシナリオライターの方に届いたんですね。そしてその取材依頼という名のファンレターに強く背中を押されて、心折れかけていたシナリオライターの方が見事に復活して無事にシナリオを完成させることができたということがありました。その時のことをご自身のブログで漫画でわかりやすくまとめられていて、この制作者の方にファンのものすごい熱量が届いた瞬間というのを第三者目線で見た時の気持ちというのは何とも言えないものがありますよね。2年前の当時、僕はすごく心が熱くなった話だったのですが、今回の 2.5 次元のリリさんのエピソードにはそれにすごく似たものを感じました。概要欄にその URL を貼っておきますので、お時間がありましたらぜひ読んでみてほしいです。漫画で19ページほどでまとまっていますので、読みやすいかと思います。ということで、今回は 2.5 次元のリリサの最新回、18話を見た感想について話していきました。次回以降のコミケ会も間違いなく感動する話になるだろうなぁと予想しています。2クール作品の尺的にも、ここで一つの大きな山場を迎えそうなので、次回以降もすごく楽しみです。
僕はミカリンと、それから今回の一連の話で、アリアと、それから主人公の奥村くんがすごく好きになりました。コメント欄にて、ぜひあなたの好きなキャラについても教えてください。また、チャンネル登録、高評価をいただけるとすごく励みになります。それではまた。